ライブです。じゃあ始めましょうか。はい、始まりましたね。はい。それでは、こんにちは、皆さん。今回のセッション、ご参加いただいてありがとうございます。ございます。はい。お願いします。セッションなんですけれども、マイクロソフトの VDI ソリューション、何をどう使えばよいのということで、マイクロソフト MVP の3人が、割と勝手なことをいろいろと言うというセッションです。はい。ということで、最初に簡単に、登壇者の紹介だけしておきます。この3人です。私が今喋っているのが村地、あと、澤田さんと、リナタムさんとか中村さんです。ちょっと、簡単に自己紹介スライドだけ出します。はい、村地です。エクシードワンという会社で技術フェローをやっていたり、他の会社でいろんな、ですね、トレーナーの講師とか、専門学校の講師とかをやってます。MVP は11年目ですね。はい、よろしくお願いします。澤田さん、お願いします。はい、澤田です。中堅システム会社の情報システム管理者を今やってます。いろんな企業を渡り歩いて情報システムの経験をしているので、共通プラットフォームについては少し強いかなと思ってます。MVP なんですけども、2009年1月からということで、先ほどの中小企業のところですね、そこを専門とした、MVP というところでずっと受賞しております。以上になります。はい。じゃあ、中村さん。はい。はい、リナタムと申します。中村と申します。よろしくお願いします。ビジネスアプリケーションズの、MVP でございますけども、実は僕VDI 系だと10年ぐらいやってて、いろいろとやってるって感じですけども、これと Azure デスクトップ、Azure バーチャルデスクトップとか、そういったものも、実は使ってたりしてます。よろしくお願いします。はい、それではもうどんどん進みましょう。はい、でちょっとだけ注意事項です。このセッションは録画されてます。なので、後からオンデマンド再生されるようになるので、ですね、いくつか、録画の内容にですね、皆さん、参加者の情報が含まれる場合がありますので、ご注意ください。どうしてもそれ嫌だよって方はですね、ちょっと申し訳ないんですが、ご退出いただいて、後から、録画をご視聴いただければと思います。はい。では、本題入りましょう。はい、ということで、今、あれですね、感染症対策とか、あるいは働き方改革、ライフワークバランスとかっていうことで、どこからでも会社のパソコンにアクセスしたいっていうニーズが増えてる。あと、大事心理ですね。対策ですね。これもあって、やっぱりリモート環境を作りたいっていうのがある。で、VDI というのが、何年かに一度注目されるんですけど、また今その波に来てるっていう感じですよね。そうですね。そうですね。で、もう何回言ってますよね、はい。特にクライアント関係がやっぱり盛り上がってきましたよね。そうですね。はい。なので、マイクロソフトもクラウド上の VDI ソリューションというのをいろいろ出してきています。で、代表的なものを4つ出しましたので、これについて今日は話をしていきたいと思います。まず最初は、Windows Server VM でホストされたリモートデスクトップサービスです。から2番目は、ちょっと馴染みない方もいるかもしれませんが、Azure DevTest Labs というサービスがあります。それから、ここのところ話題になっている Azure バーチャルデスクトップ、そして、最新のもので Windows 365と、結構いろいろあって、下にちょっと適当な特徴を書きましたが、下にあるように、左から右に行くに従ってマイクロソフトが管理してくれるところが増えていくよっていう、そういう位置づけになります。で、ちょっとそれぞれの特徴、何でもありとか、ゾロメカマシン大量作成とか、つよつよとか、楽ちんとかって、一言コピーしてきましたが、もうちょっとその中身をみんなで話していこうということになります。じゃあ、順番に行きましょうか。はい。では、はい。Windows Server VM でホストされた、リモートデスクトップサービスですね。はい。これはですね、一番皆さん、馴染みが深いというか、いわゆるオンプレで使ってるようなリモートデスクトップをクラウドでやりましょうっていう、そんなやつですよね。ですね。ただやっぱり、ヒストリックスさんとか、そんなんですね。そうですよね。なので、使い勝手云々に関しては、接続先は変わるけど、ほとんど変わらない。やってる内容も変わらないよねっていうところで、昔からのものをどんどん引き継いでいくっていう感じに使われるんじゃないかなと思ってますけども。はい。
なので、既存でリモートデスクトップサービス環境をオンプレミスで作ってるなんていう場合は、もう本当にサーバーを入れ替えるだけの感覚になるので、サーバーベースに伴ってクラウド化したいなんて時は、もうこれでクラウドリフトしていただくのが一番簡単。あと、リモートアップですね。単一業務アプリを配信するよ、デスクトップ、ユーザー側にデスクトップ使わせなくてもいいよ、アプリだけ見れればいいよなんて時は、特にコスト重視でいけるんじゃないかなっていうのはあると思いますね。RDS キャル必要なんですよね。ただ、これ、昔からあるってことは、構築が大変ですよね。どう頑張ってもね。いろんなことができるがゆえにね。ただ、逆に言うと、そこの構築に関しては、かなり枯れてるっていうか、知見がたくさんあるっていうのも確か。今更新しいことが何か出てくるわけではないので、そういう意味では、ベンダーさんとかも経験が多いところあると思うので、そういうのがやりやすいっていうのはある。やりやすいはやりやすいよね。そうですよね。はい。自分の設計そのままコンバートすればいいだけですもんね、ここって。実際。そうです。ただ、クラウドっぽいかっていうと、あんまそういうわけにはいかないよねっていう、割とせっかくクラウドなのにっていうところありますよね。そうですね。いわゆる、本当になんか責任分解モデル的なもので言うと、一番最下層で、クラウドの旨味ってなんだっけ、場所が違うぐらいっていうのがありますね。そうですよね。ファシリティとかハードウェアとか持たなくていいっていうレベルなんだけど、だったら別にデータセンターにハウジングするのとどう違うんだっていう、もちろんハードウェアのメンテナンスはマイクロソフト側になるので、そこはだいぶ違ってくるっていうのはありますよね。で、あと、VM のなんていうか、冗長化とかっていうようなところは、確かにクラウドのうまみはあるので、ただ、そういう割と下のレイヤーの部分ですね、割と下のレイヤーに関しての、メリットであって、上物に関しては、ほぼ自分たちで全部頑張る。当然、Windows サーバー、OS 自体の更新とかセキュリティパッチとかも全部自分たちでやらないといけないですよっていうことですよね。ハード面っていう感じですね。ハードウェアの部分ですね、下のレイヤーの方ですね。でも、これはこれでクラウドの入り口としてはすごくありだなっていうソリューションだと。ちょっと次大丈夫でしょうか。いいですよ。じゃあ次です。ちょっと馴染みがない方もいるかもしれませんが、デブテストラブズっていうサービスがあります。これはリナタムさん詳しいですよね、割と。そうですね、はい。やっぱり、なんていうんですかね、ハンズオンとかするときって環境が、やっぱりみんなちゃんと持ってきてくればいいですけど、やっぱね、手順書で、これインストールしといてねって言っても、やっぱやってくんないことがやっぱ多くて、そこでの準備とかすごく大変だけど、じゃあ、そのパソコンを30台、40台分なんかね、リースかなんかで借りてきて、設定するのってめちゃめちゃ大変じゃないですか。っていうのを、クラウド上で、そういった形でデプロイしてあげて、イメージから自動的にデプロイしてくれて、そのまま不特定多数の一時的に参加する人に、そのまま提供しますよっていう形ですね。なんで、使い終わったら環境としては消えちゃうので、本当にもう一時的な感じでやることができますっていうところですね。はい。仮想マシンを、利用者用にポータルみたいな、その Azure のポータルの中に窓口になるページがあって、そこで、じゃあ、この設定の仮想マシンをくださいって言ってリクエストすると、1、2分のうちにそこ例がデプロイされて、サインになると。で、終わったら返却ってすると、仮想マシンが消えてなくなるっていう、そういう仕掛けで。で、本当に集合すごい安いですもんね。とかね。あと、テスト環境で、とにかくたくさんマシンが、同じ環境のマシンがいるとか、あとはスポットでプロジェクトごとに使い捨てるとかいう形で、割と短期間で使い終わるようなマシンですよね。この場合、非常に便利。テスト環境なんかね、環境依存とかのね、問題とかもね、なくなるんで、すごくいいですよね。なので、一般的な業務用途、事務用途とか、そういうのにはこれは全然向かないので、そこはあれですけれども、逆に言うと、こういう狭い範囲だけど、この辺の今書いてるようなユースケースだと、すごく便利かもしれないなっていうですね。割と使っ
ってる人がどれぐらいいるのかなってよく分かんないサービスで、あんまりこんなの使ったよ、これやったよっていう情報があまりたくさんはないかもしれないんですけど、たまに使いますよ、うちは。あたまにやっぱ使いますね。なるほど。はい。はい。でも確かにシェアポイントがハンズオンとかはいいですよね。はい。じゃあ、いきましょうか。ちょっと多分後の方になる話がたくさんになると思うんですが、そうですね。おなじみ Azure バーチャルデスクトップです。はい。まあ、これがやっぱり、マイクロソフトとしては、次に出てくる Windows365 と並んで2本柱ってことになるんだと思います。そうですね。まさに VDI ですね、これこそね。はい。本当にマネージされた VDI って感じですね。はい。だいぶ使いやすくなりましたよね。だんだん昔だと Windows バーチャルデスクトップとか言ってた時代もありましたけどね。そうですね。はい。まあ、これもそうですね。ちょっとやっぱりその仕掛けを作るのが若干難易度があるかなっていうところではありますが、ただまあ作ってしまえばあとは楽っていうか、すごくこう柔軟に使えるんですね。はい。そうですね。本当にこの辺は一度作ってしまえばもうそれから変えることってもない。まあ変えたらイメージ更新するぐらいしかないですからね。そういう意味だと。でも本当に非常に楽っちゃ楽ですね。まあ、ちょっとね、AD が行ったりするとかっていうのがあって、はい。その辺も手間はあるっていう、なんかクラウドオリジナルになんで AD いるんだとかってよくわかんない動作だったそうですね。今は、最近だいぶね、できるようになったので、だいぶその辺は良くなってきました。まあ、これからもどんどん良くなると思います。マイクロソフト力を入れて。ね。本当にプロファイルが良くなったら AD いらなくなるんですよ、完全に。そうですね。プロファイルがね。これ、プロファイルに関しては FS ロジックスを使うっていうのが、まあ、一番割と簡単なソリューションだと思います。そうですね。はい。FS ロジックス自体は、割とその昔、そんなに最近からのテクノロジーじゃなくて、割と昔からあるものを、まあ、クラウド VDI に、まあ、マイクロソフトが持ってきたっていう形なので、そこは割と安定してちゃんと使える感じですね。そうですね。だから、ユーザー依存のところがやっぱり切り離されてるっていうところが一番メリットありますよね。そうですね。はい。プロファイルのところであったりとか、あと、ストレージ利益もそうですよね。自分たちで選べますから、それに応じてどこにでもデータ預けられるっていうのは一番いいなと思いますよね。まあ、確かに、柔軟なカスタマイズ性っていうところが、その管理する方の仕組みもいろいろと作り込みができるっていうところが、ここ、割と大きいですよね。だから、管理面であれこれやりたいっていう場合は、やっぱりバーチャルデスクトップは向いてるのかなと。あとは、はい、キーのマシンサイズが選べるので、Azure 上で作れる仮想マシンだったら何でも作れるので、そういう意味で、ちょっと、特殊な環境を作りたいみたいなのでも対応できるっていうですね。そうですね。パワーシェルで管理できますからね。はい。とか、パワーアップとかでやってますから。はい。あと、お金の話をすると、まあ、実態に合わせた課金って書いてありますけど、バーチャルマシンを動かした時間だけっていう話になるんで、いわゆる本当の重量そうですね。はい。だから、確かに。うまい具合に使い方を工夫すれば、コスト最小化できるっていうのはあると思います。そうですね。ちゃんと上げたい要請をちゃんとすれば。そうですね。ただ、ここ、マルチセッションっていうところが一つキーワードになりますよね。そうですね、ここちょっと書いてないですけど、そうですね、ご存知の方も、参加者の方でご存知の方も多いと思いますけれども、これはWindows 10とか Windows 11っていうクライアント OS なのにマルチセッションができるっていう、こう特殊な OS が Azure バーチャルデスクトップでだけ使えるという、大特典があって、それを使うと、まあ、仮想マシンの台数が減らせるという、こういうことですよね。減らせるんです。減らせるんですけど、まあ、複数台立てられるから、まあ、ユーザーは、まあ、1台にみんな集中砲火でこうアクセスするわけじゃなくって、いろんな環境ですね、今、向こう側で控えている
VM のどこがリソース空いてますかっていうことで、3台あったら3台のうち一番リソースの少ないところに自動的にアサインされるっていうところがすごくいいところですよね。そうですね。はい。ただその分、ホスト名に依存するようなことになっちゃうと、このホスト使いたいってみたいなことは逆に限定するような使い方ではなさそうだなっていうのはちょっと見えてますよね。そうですそうですね。ね。これは基本ホストプールっていう考え方なので、そうですね。実際に接続するマシンが、当然物理的なもの、仮想的なもの含めてどこに接続するかっていうのは分かんないから、プロファイルは外出しにしないといけないっていう、そういう動作ですよね。そうですね。それはあると思いますね。そこでご質問というかですね、お話で、AVD は朝とかのログインストーム時にログイン時間がかかるので、それが短時間にできればもっと便利になるかと思ってますという、これは実際にお使いのユーザーさんの声だと思いますけど、これって確かにそうですよね。どこにネックがかかってるかってもあると思うんですよね。ログインだけじゃなくて、プロファイルを一旦コピーしないといけないので、そこで負荷かかってるところもあるしっていうのがあるんで。これ、もしかしたらログイン、いわゆるログインのそのサイン処理というよりは、FS ロジックスを例えば、ファイルシェアからみんなが一斉にコピーするので、そこがボトルネックになってるっていう可能性はあるので、例えば多かったら、FS ロジックスのプロファイルの保存先をちょっと複数に分けて、トラフィックを分散させるとか、なんかいろいろ考え方はあるのかなって気はします。そうですね。ネットアップ使うっていう手もありますからね。そうですね。そうですね。ちょっとお金かかりますけどね。そうですね。若干お財布と相談するところありますけど。はい。そうですね。あとはあれですかね、もともとプールしてるときにユーザーがどこに入り込むかっていうところのパフォーマンスの調整っていうのも、もしかしたら適切じゃない可能性はあるかなって気はしますよね。ユーザーが一斉に見に行くって言ってる意味ではね。ただそれはどういうふうに1台のホストに集中放火で行ってるのか、分散のホストに行ってるのかみたいな、その辺は管理者しか知らないとこなので、ユーザーだとね、使いにくいな、遅いなぐらいな感じしか感じられないんですけど、やっぱその数も適正に見てるっていう意味では、AVD の中の、ベースのチューニングっていうところも可能なのかなってところですよね。そうですね。なので、ちょっとこれ、実際に何ユーザーさんぐらいでっていうお話が分かんない、なんとも言えないですけれども、いくつかチューニングできるポイントはあるのかなっていうふうにはありますね。はい。そうですね。はい。あと、これ、諏訪さん、MSIX の発音が知りたいです。これは、MSIX じゃない？僕もMSIX で呼んでます。パッケージですよね、いわゆるね。はい。パッケージ。普通に読んでますね、MSIX。時のパッケージです。はい。はい。僕は MSIX ってずっと MSI なんで、X ファイルって感じですね。はい。なんか、一周が上がってるんですね、GitHub。はい。そうなんだ。そうなんです。はい。なるほど。なんかありますよね。日本人が普通に言ってる発音と、なんかグローバルでとか、特にアメリカ人が言ってる発音と全然違うぞとかってありますもんね。そうですね。MSIX って呼べって書いてますね。そうです。でも SQL なんかは、あれですよね、スクールとかって言ってますもんね。そうですね、スクールとか言いますね。人によってだいぶ違いますよね。そうですね。ムシックスとか。はい。ダメです、これ話、いつまでだと終わらないですよ、これ。あと10分ぐらいですよ。こんな感じですね。はい。ということで、あと最後ですかね。はい。じゃあ、Windows 365ですね。はい。Windows 365です。これはもうなんか、マイクロソフトは VDI という言葉よりも、クラウド PC っていう言葉で売り込んでますよね。そうですよね。ただ、いろんなところだと、さっきの AVD とVS Windows 365みたいな、そういう対決の仕方はよく見ますけどね。なんか、売り方は違うような気がするんですけどね。ただ、多分今、その VDI ソリューションを導入しようって言って、じゃあなんかマイクロソフト系のテクノロジーでやろうって言ったら、
SVD にするか、Windows 365にするか、どっちかっていう比較の話は必ず出てくると思うんですよね。そうですね。そうです先ほど、ね。一番最初に村瀬さんがおっしゃってた、もう二大柱みたいな、そんな話してましたもんね。はい。まあでも本当に使い道ですよね、ここって。まあ、もうとにかくネイティブでクラウド、Azure 使うよ、Windows 365使う、Windows 365というか、Microsoft 365使うよっていうネイティブだったら選択肢、私はこれ1本でいいかなって気はするんですけどね。そうですまあ、ね。ぶっちゃけですね、これ使うと、例えばその管理ソリューションもエンドポイントマネージャー使うしかほぼないし、管理もそうですね。当然管理もインチューンとかでやっていくしかないしっていうことで、そこの部分とすいません、マイクロソフトテクノロジーでがっちり固めた環境にしましょうっていう話にはなるんですよ。で、それが嫌だよっていうことになるんだったら、ちょっとやっぱりAVD でカスタムしていただくっていう形になるのかなと。その逆に、マイクロソフトソリューションで固めるよっていうんだと、もうとにかくパッケージとしてまとまってるし、全部、ほぼワンストップで何でもやれるので、すごく管理も楽ですよっていう話にはなる。あとは、FPT と違って、仮想マシンのサイズがそんなにたくさん選択できない、ちょっと選択肢が若干減るっていうのがあります。はい。確かそうでしたね。はい。一般的なパソコンのスペックぐらいですね。はい、ただ、Windows 365もエンタープライズの方だと、それなりに選択肢はたくさんあるので、まあいいかなというレベルではあると思います。はい。ちょっと特殊なことをやりたいよっていうのにはどうなのかありますけれども。あと、下に書きましたけど、365ブートとか、365オフラインとか、365スイッチとか、365アップスとかですね、こういうなんか、Windows 365をもっと便利に楽しく使おう的な、機能が続々誕生予定ということになっているので、そのあたりはやっぱりこう、サービスの拡充はこれから一番されていくところなのかなっていう感じですね。GPU 側が乗ってたりとかするとすごく面白そうだなと思いますけどね。ただ、そうですね、GPU なんかやっぱり、自分でノートパソコン買うって言ってもなかなか買えないですね。かといって自作でやるかっていうと手も出にくいところなので、やっぱあると便利ですよね。シャドウ使いとかは特にそうですよね、きっと。365ブートとか365オフラインとかって出てくると、やっぱりちょっと使い方としていろいろと幅が広がるところは間違いないので。それがどこまで。ただ365オフラインに関して言うと、でもそれだったらローカルのパソコンもそれなりに性能高くないとサクサク動かないんじゃねっていう気はするので。だからそれをやっちゃうね。そういう意味では365って、Windows 365ってどっちかっていうと、VDI っていうよりは、自分持ってるそのオンプレミスのパソコンのデバイスを活用しつつ、かつクラウド PC も使うみたいな感じで、割とこう併用するシナリオが想定されてるのかなっていう気はします。365スイッチとかっていうのは、デスクトップの切り替えの中にWindows 365のデスクトップが出てくるっていうやつなので、オンプレミスのデバイスとシームレスにクラウドのリソースも使えるようにするよっていう形で、だからクラウドオンリーとはちょっと違うのかもしれないですね。そうですね、ハイブリッドですもんね、その辺になってくるとね。ただ、もう一つはい。どうぞどうぞ、中村さん。はい。いや、本当に最近、マイクロソフトはそういうクラウドと、そのフィジカルのところっていうところを結構曖昧にしてるなっていうのがあるので、そういう意味だとそういうね、Windows 365とローカルの Windows っていうところを、シームレスでやってると思うのその辺のイズムがかなり乗ってんじゃないかなっていうのは、すごく思いますね、これ見てて。そうですよね。だからデータの保存先もやっぱりクラウド側に閉じてたりとか、クライアントだけに行ったりとか、双方行き来できるようにするとかっていう、そういう選択も自分たちでできるようになるわけですもんね。そうですね。あとやっぱり Windows 365って、もちろん Windows のデバイスっていうのも一つ重要かもしれないんですけど、例えば他社の製品であるAndroid とか、あと
Apple の製品とかっていうところのを使っても、クラウドにアクセスできるっていう、いわゆる Any デバイスって言われているところ、もう手元は何でもいいよねっていうところは、やっぱりここはすごく共感できますよね。ノートパソコンはもう Windows じゃなきゃできませんみたいな、そんなことがないっていうのはすごくいいと思いますね。iPad でもいいですからね。iPad でも、そうですね、キーボードつけたスタイルで、Windows 365だったら、本当に、ほぼ Windows PC を使ってるのと同じような感じで使えるようになるはずだから、そこはいい。Teams も普通に使えますからね。Teams の映像とかも全部。はい。Teams 使えます。はい。ちゃんとWindows 365の中だと、Teams もいわゆるリモート接続用に最適化された形でデプロイされるので、はい。ので、そこはすごく使い勝手はいいですよね。はい。すいません。でですね、Windows 365に関しては、昨日っていうか、昨日の夜中か、キーノートで1個発表がありましたね。マイクロソフト DevBox っていうやつですけれども。これですよね。Windows 365ってやつですね。はい。はい、Windows 365。強 PC じゃないですか。で、開発用のマシンを簡単にデプロイできるフルマネージドサービス。だって、いわゆる開発用マシンを調達するっていう作業がこれで不要になりますっていうふうに、昨日は、サテヤさんが言ってらっしゃいました。そうですね。そういう感じで、Windows 365の場合は、特定用途向けに横展開っていうのは、これから他にもあるかもしれないっていう気はします。だと思いますよ。本当に、それはすごいなと思いました。DevBox もですし、あとは、パワーオートメイト4デスクトップの RPA の実行エンジンとしても使えるようになってきているので。あと、このDevBox みたいな仕組みで、例えばサードパーティーが自分ところのその環境を365で、CSP 的に提供するみたいなサービスっていうのも、もしかしたら出てくるんじゃないかなと。確かにそういうのもあるかもしれないですね。なんですよね。だからそういうふうな使い方をしてもらっても、別にマイクロソフト的には多分損はしないだろうから、そういうのってそういう意味での横展開は、ここはこれからあるような気がしなくはないっていうのが、DevBox の発表を見て思いました。はい。使い方をすると別に今のデスクトップのスタイルがいいっていうわけじゃないですもんね。別に接続してそれがやりたいことをこなしてくればいいよっていう話になってくるわけですから、だんだんそういう PC の形っていうのも変わってくる。クライアント PC っていうんですか、OS の形も変わってくるのかなって気がしますよね。そうですね。はい。さあ、そろそろお時間がいい時間になってきました。じゃあ最後まとめです。まとめは特に何も書いてなかったんですが、どうなんでしょうね。これからVDI を、マイクロソフトソリューションで VDI をやろうっていう形だと、やっぱりまず、そうですね、今あるものをリフトするだけっていうのでなければ、AVD か Windows 365、これのどちらが自分たちのやりたいことに向いてるのかなっていうのを考えていただくのが一番いいかなと思いますが、はい。どっちも多分お試しでできる範囲で作れると思うので、そのあたり、お悩みがあれば、私たちの所属会社のようなところにご相談をいただいてもですね、やっぱ入り口が全く違いますからね。今節、ご相談に乗っていくことになると思いますので、ぜひ、ベンダーの利用もですね、していただいた方が失敗はないかと思いますので、あと自分たちで試してみていただきながら考えていただくというのがいいかなと思います。はい。あと、最後になりますが、下の方に書いてありますけど、あとチャットの方にも貼られると思いますが、このセッションのですね、アンケートがありますので、ぜひセッションの評価の方、よろしくお願いをいたします。はい。それでまたあと1、2分あるのかな、あと1分ぐらいあるのかな。はい。チャットで今ありましたね。365のお試しってしばらくできませんでしたが、復活しましたかっていうのが入ってますね。ビジネスとかは復活してないと思います。多分だから一回相談をするというのがいいかもしれないですよね、マイクロソフトとかのパートナーとかで。
パートナーとかとのお付き合いがあれば、パートナーさんにちょっとご相談をしてみていただくとかっていうのはあると思います。はい。それはいろいろと確かあったはずなので。はい。そうですね。あと、正ね直言って、そんなにバカみたいに高いサービスでもないので、大量にということではなくて、1台、2台っていうレベルであれば、実際に契約していただいてっていうのも、ありかなとは思います。言うて4000円とかですもんね。そうです。はい。はい。まあ、もちろんAVD の方は作って壊せばすぐにお金かからなくなるので、とりあえず1日だけ作って1日だけ試すとかも全然大丈夫です。はい。はい。どちらもマイクロソフトのですね、サイトにチュートリアルしっかりしたの載ってますので、それ通りにやると結構ちゃんとできますので、してみて。あれはその通りにやった方がいいですね、まずはね。はい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 。じゃあちょうどお時間ですね。はい。フィードバックのリンクが貼られていると思いますので、皆様よろしくお願いをいたします。はい。それでは、はい、お時間になりましたので、これで、終了させていただきたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。